優里って誰？世界を震撼させている日本人シンガーソングライターとは？皆さんこんにちは。今回の動画は日本のシンガーソングライター、優里について海外の本音だけを集めた特集で、以前お届けした優里さんの前後編を一つにまとめた完全版です。しかも今回は未公開の第11章と第12章を新しく追加し、いよいよスキャンダルについての海外ファンの本音もお届けします。この日本人シンガーは誰？声がこの世のものじゃない。そんな初見の驚きから、でも私生活はどうなの？という戸惑いまで、音楽と人間性は切り離せるのか？動画を見終わった後にはあなたの優里への思いも教えてください。今回の動画では優里に関する海外ファンの本音やメディアの声200選以上をまとめてお届けします。2025年12月現在、優里は日本&アジアツアー真っ最中。海外での人気も高まっている一方で、否定的な意見が若干数あることも事実です。言葉を超えた感動シーンや世界中の優里ファンが涙する理由、そして海外ファンの評価まで他のメディアでは取り上げられない海外の本音をたっぷりお見せします。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それではどうして世界中が熱狂しているのか、その理由を見ていきましょう。第1章、この日本人歌手は誰？優里、初見外国人の衝撃リアクション。まず最初に、海外の人たちが初めて優里さんを聞いた時の衝撃的なリアクションからご紹介します。優里のおかげで日本の音楽にハマったシャッターが初めて聴いた曲で、それ以来ずっと夢中と語る海外ファンもいます。優里は日本の音楽を知らなかった人々にとって J-POP への入り口となっています。彼の声が大好きで、全ての曲を一緒に歌ってしまうと熱弁するファンもいます。言葉がわからなくてもその歌声に魅了され、つい口ずさんでしまう海外ファンが多いようです。ドライフラワーが初めて聴いた優里の曲、心にグッときた。彼の音楽は本当に感情的だと海外のリスナーは感想を述べています。歌詞の意味がわからなくても涙が出ると評する声もあり、優里の楽曲は国境を越えて心に響いています。彼はファンタスティックなパフォーマー、観客の心をつかむのが本当にうまいと海外のコンサート参加者は絶賛しています。全てがリアルに感じられるほど引き込まれるといい、ライブでの表現力が高く評価されています。 YouTube のリアクション動画では、この日本人シンガーは誰？彼の声はこの世のものとは思えないと興奮気味のタイトルが付けられたものもありました。初めて優里を聞いた外国人がアウトオブディスワールド、声が宇宙級と感じるほど、そのボーカルは強いインパクトを残しています。別のリアクション動画では、彼の声は本当に夢みたいに素敵だと大書きされたタイトルもあり、海外の視聴者が優里の歌声に酔いしれている様子が伺えます。透明感と力強さを併せ持つボーカルがドリーミー、幻想的と評されています。ボーカルコーチのリアクション動画のコメント欄では、正直ボーカルの実力において優里は非常にトップクラスでワールドクラスだと絶賛する声がありました。海外の歌唱指導者ですら認めるトップノッチで世界級のクオリティを優里は持っているんです。次の章では、言葉がわからないのに涙が出るという不思議な現象について詳しく見ていきます。第2章、歌詞がわからないのに涙が出る、言葉を超えた感動現象。続いて最も興味深い現象の一つをご紹介します。日本語がわからない海外リスナーがなぜか優里さんの歌を聴いて涙するという現象です。とある外国人ファンは、レオのライブを聴いた時の感動は一生忘れられないと述べています。犬と少女の絆を歌ったレオは特に海外でも評価が高く、そのエモーショナルな物語性が聴衆の胸を打っています。レディットの海外ファンからは、彼は歌がとても上手でライブも素晴らしい、飛び跳ねながらでもボーカルコントロールが効いているとの称賛もあります。激しい動きの中でも音程を保つ技術に海外の音楽通も驚嘆しています。優里の隠れた名曲カゴメに関して、ある海外リスナーは、この曲の最後の盛り上がりは背筋にゾクゾクくるとコメントしています。歌詞の意味がわからなくてもチルズダウンマイスパイン、背筋が震えると感じるほど楽曲の持つ力強さが評価されています。歌詞の意味は知らなかったけど、それでもこの曲が大好きだと語る声もありました。言葉の壁を越えて
感情が伝わる優里の表現力に海外ファンは感嘆しています。別のファンは優里のカゴメを聞くと別次元に連れて行かれる感じがする。特に終盤では心が崩れ落ちそうになって鳥肌が立つと表現しています。曲のクライマックスに込められた優里の魂が海外リスナーにも強く響いているようです。優里の音楽から受け取る感情は計り知れないほどだ。特にザ・ファーストテイクでのパフォーマンスは格別とのことで、シンプルなステージでも溢れる感情表現に圧倒されたそうです。日本語がわからない海外リスナーも映像と歌詞役を通して号泣する人が続出しています。優里のドライフラワーは歌詞を理解して MV を見ると本当に胸に刺さると評する声もあり、美しく切ない曲として海外で愛されています。レオは犬の目線で描かれる成長物語。飼い主の女の子が大人になるにつれ一緒に過ごす時間が減っていく優里がこの曲に込めた心を感じる。ぜひ聴いてほしいと海外ファンがおすすめするコメントもあります。曲に込められた優里の優しさと後悔が深く伝わると高く評価されています。これこそが音楽の普遍性なのでしょう。次の章ではプロの音楽家たちも認める優里さんの歌唱力について詳しく見ていきます。第3章、歌が上手すぎて嫉妬するプロも認める歌唱力。海外の音楽業界関係者からも優里さんの歌唱力には驚異の評価が寄せられています。海外の音楽レビューサイトではドライフラワーについて哀愁漂う美しいリフがチープさを超越した秋のアンセムだと表現されました。落ち葉のようにカサカサと心に響くという詩的な比喩で優里の楽曲が高評価を受けています。ある YouTube の海外コメンターは優里を初めて聞いた瞬間に鳥肌が立った。彼の歌詞とメロディーは完璧にマッチしてると述べています。歌詞とメロディーの完璧な調和に注目が集まっています。優里のボーカルテクニックは本当にトップクラス。どの音域でも安定してるという技術面での評価もあります。特に高音域での安定性と表現力が海外の音楽関係者からも称賛されています。海外の音楽マニアからはこの人の声は信じられない、ソングライティングもそれを活かしてる、フルボイスの背影を疲れも見せず何度も出してて自分が歌やめたくなるくらいすごいというコメントもありました。優里の持つ高音域での力強さと安定感は海外のボーカリストたちからも嫉妬交じりに称賛されています。彼の生歌は録音以上に感動的、本物のアーティストだとの声もあり、ライブでの歌唱力に特に高い評価が集まっています。優里のハーモニー感覚も素晴らしい。アコースティックでもバンドアレンジでも楽曲が映えるという音楽的な幅広さへの評価もあります。ロックインジャパンフェストなど日本のライブ映像に対する海外コメントではモンスターボーカリスト、怪物ボーカリストと表現されています。音源以上にライブでの歌唱力に圧倒され、生でこれほど上手いのは化け物級だという賛辞が贈られています。海外の音楽プロデューサーが投稿したコメントでは、彼のボーカルスタイルは欧米でも通用する国際的なスターになれる素質があるとの分析もありました。次の章では TikTok から始まった世界侵略について詳しく見ていきます。第4章、TikTok から始まった世界侵略バイラル現象の裏側。優里さんの海外人気の火付け役となったのが TikTok でのバイラル現象でした。ドライフラワーは東アジアのみならず英語圏 TikTok でも BGM 利用され、この綺麗な曲は何と曲名を探す投稿が相次ぎました。その結果 Spotify などでも再生が伸び、 SNS 世代を中心に優里の存在が認知されていきました。ディスコバークリーでドライフラワーが流れてきて即ハマりしたと語る新規ファンも存在します。 Spotify などストリーミングサービスのおすすめアルゴリズム経由で優里に出会うケースも多く、そのまま他の曲もディグる掘る外国人が続出しました。 TikTok で15秒しか聴けなくてフルバージョンを探して YouTube に飛んできたという体験談も多数あります。短い尺での印象的なメロディーがフル尺への興味を引き出しています。海外の TikToker による優里の曲でダンス動画も投稿され、様々な国のクリエイターがドライフラワーやシャッターを使用した動画を作成しています。友達が TikTok で使ってた曲だと思って調べたら優里だった、今では毎日聴いてるという口コミ効果も見られます。韓国の TikTok ユーザーからは、日本の曲がこんなにバズるなんて珍しいというコメントもあり、K-POP 文化圏でも優里の楽曲が注目されています。優里の曲は
TikTok 用に作られたわけじゃないのになぜかぴったりハマるという分析的な意見もありました。楽曲自体の持つ普遍的な魅力が短尺動画でも十分に伝わっているということでしょう。この拡散メカニズムによって優里さんはバイラルシンガーソングライター、バイラルなシンガーソングライターとして海外メディアでも紹介されるようになりました。次の章では世界各国のリアクターが続々参戦している状況をご紹介します。第5章、世界各国のリアクターが続々参戦。各国別の反応の違い。優里さんの人気は世界各国の YouTube リアクション文化にも現れています。プロフィールによれば、優里は幼少期に母親の影響でボンジョビやクイーンなどの洋楽を聴いて育ったそうです。そのバックグラウンドもあってか、欧米のロックテイストを感じる楽曲構成が海外リスナーに受け入れられやすいのかもしれません。優里が路上ライブから這い上がった経歴も海外で語られています。ある YouTube コメントでは、優里はもともとストリートシンガーだったんだよと背景を紹介するファンもいます。成り上がりストーリーは海外でも共感を呼ぶテーマのようです。海外ブログではベテルギウスの歌詞解説も話題になりました。タイのブロガーは歌詞を知ってこの曲をさらに好きになった永遠を誓うカップルの物語で本当に美しいと述べています。優里のシャッターは英語歌詞でカバーしてほしいというリクエストも海外ファンから上がっています。楽曲の魅力を自分たちの言語でも味わいたいという願望の表れでしょう。ヨーロッパの音楽ブロガーからは日本のインディーシーンから出てきたアーティストとしては異例の成功という分析もありました。日本の音楽業界構造にも言及しつつ優里の快進撃を評価しています。オランダ人カップルがドライフラワーを聴いて驚く動画やロシア人リアクターがシャッターに反応する動画など世界各国の人々が優里の曲にリアクションしています。コメント欄でも歌詞はわからないけど鳥肌といった書き込みが多く世界中で優里現象が広がっていることが伺えます。ラテン系の僕らが初めて優里を聴いてみたというタイトルの動画もありスペイン語圏のファンも優里の音楽に注目しています。実際にドライフラワーは中南米のアニメ音楽コミュニティでもシェアされスペイン語でカバーする人も現れるなどその人気は世界的です。 YouTube にはこの曲が私を泣かせたと題したリアクション動画も投稿されています。優里がザ・ファーストテイクで歌うレオを聴いて涙したという内容で歌があまりに感動的で思わず泣いてしまったとリアクター本人が語っています。インド人のリアクションチャンネルでも優里の曲が取り上げられました。シャッターにインド人が反応という動画が存在しインドの J-POP ファンや音楽好きにも優里の歌声が届いています。アジア圏内だけでなく南アジアの国々でも注目される日本人歌手は珍しくその広がりに驚く声もあります。韓国のリアクターからは今まで聞いた日本人歌手で一番という最高の評価も得ています。次の章では K-POP 界も注目したENHYPEN、J とのコラボ衝撃をお伝えします。第6章 K-POP 界も注目ENHYPEN、J とのコラボ衝撃。2023年に実現したENHYPENの J と優里さんのコラボレーションはまさに歴史的な瞬間でした。 K-POP ファンからも多数の称賛の声があります。ENHYPENの J とのコラボで優里を知ったという韓国ファンは本当に美しいコラボだった、優里の声と曲もすごく気に入ったとコメントしています。異なるジャンルのアーティストと組んでもうずもれない優里の歌声の存在感が評価されています。優里と J のコラボを見て顎が外れたとインスタグラム上で興奮気味に報告する海外ファンもいました。優里と J が歌い始めた瞬間に涙が出たと綴られており異なるバックグラウンドを持つアーティスト同士でも声の力で国境を越える様子に毎情ドロップと顎が外れるほど驚いたとの表現で驚嘆が示されています。スペイン語圏のファンからは優里と J の声はすごくよく調和しているとのコメントもありました。優里の声質は他国のシンガーとも完璧にマッチすると受け取られており国境を越えたコラボでもその魅力が生きています。日韓の若手アーティスト同士の共演に夢のようだと熱狂するファンもおりコメント欄には J が優里と素敵な経験ができてよかったとの声も見られます。このコラボは日本と海外の架け橋として歓迎されました。韓国の音楽番組での扱いについても日本人アーティストが韓国の番組に出るのは珍しい時代にこうしたコラボが実現するのは素晴らしいという歴史的な意義を指摘する声もありました。さあここから後編です。
後編ではついに実現した世界進出での海外ファンの狂気ぶり、ビルボードジャパン史上最速で1億ストリーミングを達成した実績など、数値で探る優里の凄さ、そして議論も巻き起こすアーティスト、スキャンダルへの海外ファンの複雑な本音をご紹介します。第7章、ついに世界進出アジアツアー2025に海外ファン狂気。2025年、優里さんがついに本格的な海外進出を果たしました。海外ファンは優里への愛を様々な形で表現しています。英語でドライフラワーの歌詞に詩的なコメントをつけてみたり、自分で写真や映像に曲を重ねてトリビュート動画を作ったりと、クリエイティブな応援活動が盛んです。優里のアルバム1、2は海外からも購入されています。香港やシンガポールの CD ショップでは輸入版コーナーに優里の CD が並ぶようになり、日本に行かなくても彼のアルバムが買えたと喜ぶファンも、さらにグッズ T シャツ等も通販で海外発送する動きがあり、国境を越えたサポートが広がっています。みんな優里を聞いてみて、損はさせないからと SNS で布教する熱心なファンも多数います。特に英語圏では優里のハッシュタグとともに YouTube リンクを貼り、友人知人に勧める投稿が散見されました。こうした草の根の口コミが優里人気拡大の大きな原動力となっています。それでは世界中の熱狂を見ていきましょう。レディット上で優里のライブに行くためだけに日本旅行を計画したと語る欧米ファンもいました。実際に優里初のバンドセットでの単独ツアー、2021年にコロナ禍でも海外から遠征したつわものもおり、日本語は全くわからなかったけど会場全体で歌って泣いて最高の体験だったと投稿しています。音楽は言葉を超えることを体感したとそのファンは述べていました。海外ファンの総意として感じられるのは、優里には長く活動してほしいという願いです。これほど心を動かすアーティストは貴重、一発屋で終わらないでといったコメントもあり、優里の才能に惚れ込んだ世界のファンはこれからもずっと彼を応援し続けることでしょう。優里のアジアツアー2025はシンガポール、タイ、韓国、上海、台湾などで開催され、海外初の本格的なツアーとして大きな話題となっています。2025年海外でのツアー詳細は以下の通りです。中国、上海西安体育館9月13日、シンガポールザ・スターシアター9月27日、台湾バンコクフォーラム9月28日、台湾台北アリーナ10月11、12日、韓国キンテックスホール店11月1日、2日、香港ナックサワンダーランド11月15日。海外ファンからはついに生で優里を見ることができる、チケットが取れない状況が続いているとの声が上がっています。海外ファンは生でドライフラワー大合唱したいと盛り上がっており、この期待と興奮は最高潮に達しています。次の第8章では記録尽くしのビルボードグローバル200進出という快挙について詳しくお伝えします。第8章、記録尽くしビルボードグローバル200進出の快挙。優里さんの国際的成功を数字で証明する記録的な快挙についてご紹介します。優里は男性ソロアーティスト初の偉業としてドライフラワー、かくれんぼ、ベテルギュース、シャッター4曲連続でストリーミング累計2億回再生を突破したことが紹介され、海外のリアクション動画の説明欄などでもバイラルシンガーソングライター、バイラルなシンガーソングライターとして彼の経歴が語られています。優里さんは2021年1月にドライフラワーで記録したビルボードジャパン史上最速1億ストリーミングを達成した男性ソロですが、その際に比較対象となったのがリサのホムラや BTS のダイナマイトです。海外 K-POP ファンからも BTS と並ぶ記録を作った日本人がいると注目され、 K-POP ファンダムにも名前が知れ渡りました。優里のドライフラワーは日本国内だけでなく世界チャートにも顔を出しました。ビルボードグローバル200で最高61位にランクインするほどのヒットとなっています。 J-POP 楽曲がグローバルチャートで存在感を示すのは珍しく、海外メディアもその快挙を伝えました。ドライフラワーが Apple Music Top 100ジャパン1位を記録し、海外からのストリーミングも含めた数字となっているとの報告もあります。この数字のインパクトに海外の音楽業界関係者も驚嘆の声を上げています。日本人アーティストがこれほどグローバルチャートで検討するのは久しぶりという海外音楽ライターのコメントもありました。ストリーミング時代に言語の壁を越えて成功した稀有な例
として音楽業界の専門誌でも取り上げられています。次の第9章では海外ファンコミュニティの熱狂ぶりをご覧いただきます。第9章、海外ファンコミュニティの熱狂。公式翻訳から愛の告白まで優里さんを取り巻く海外ファンコミュニティの熱量はまさに異次元レベルです。圧倒的にポジティブな海外反応として SNS プラットフォーム全体で優里への称賛が溢れています。Twitter や Instagram には優里のハッシュタグで毎日のように新しいファンポストが投稿されています。グローバルな認知度も急上昇しており、世界各国の Spotify 週間チャートで優里の楽曲が上位にランクインする現象が続いています。韓国での J-POP 革命とも呼ばれる現象が起きており、従来 K-POP が主流だった韓国で優里の楽曲が若者を中心に大きな支持を得ています。驚異的なグローバル配信記録として Spotify での月間リスナー数が1000万人を突破し、これは日本人男性ソロアーティストとしては異例の数字です。ザ・ファーストテイクでの海外での爆発的反応も見逃せません。優里がザ・ファーストテイクに出演した動画はコメント欄の半分以上が海外からのものとなっており、言葉がわからなくても鳥肌が立つといった感動の声が殺到しています。アジア各国での爆発的人気として台湾、タイ、フィリピン、シンガポールなどでも優里の楽曲がバイラルヒットを記録しています。海外メディアの評価も高まっています。海外メディアの評価ではローリングストーン誌やピッチフォークなどの権威ある音楽メディアでも優里が取り上げられるようになりました。海外ファンコミュニティの形成ではレディットやディスコードに専用のコミュニティが立ち上がり、世界中のファンが日々優里について語り合っています。グローバル配信での記録的成功として Apple Music や Spotify の世界チャートで日本人アーティストとしては異例の健闘を見せています。レディットなど海外の掲示板には優里専用のトピックが立つほど人気です。 Any fellow Yuri enjoyers?優里好きな人いるという呼びかけに対し、もちろん彼は最初にハマった日本人アーティストだといった声や、彼の曲は全部お気に入りだよと盛り上がるコメントが多数見られます。こうしたファン同士の国際交流も優里の音楽が生んだ現象の一つです。優里のディスコードコミュニティ非公式も立ち上がり、そこでは様々な国のファンが交流しています。英語、中国語、スペイン語などで感想を言い合い翻訳し合う様子はまさにグローバル時代の音楽ファン交流と言えます。日本のファンが知らない海外独自のビームネタも生まれており、例えば Yuli's Dry Flower Powerなんてフレーズで盛り上がったりしています。ジンユースリリックスなどにはファン翻訳による優里の歌詞英訳が掲載されており、ポエティック、素敵だ、ハートブレーキング、胸が痛いといった注釈コメントが多数ついています。日本語のニュアンスをどう英語で表現するかファン同士で議論になるほど歌詞の芸術性も注目されています。海外のファンアーティストたちも優里にインスパイアされています。ピクシブやリリアントアートなどにはドライフラワーをテーマにしたイラストやレオの歌詞に触発された漫画作品が投稿されており、優里の音楽が視覚芸術にも影響を与えている例と言えます。次の第10章では日本のアデルとまで呼ばれる海外メディア専門家の本格評価をお見せします。第10章、日本のアデル、海外メディア専門家の本格評価。海外の音楽メディアからの本格的な評価も続々と届いています。海外アーティストとのコラボレーションの話題では、ENHYPENの J との共演以外にも複数の海外アーティストから共演オファーが届いているとの情報もあります。海外ツアーでの反応では、アジアツアーの各会場での観客の熱狂ぶりが現地メディアでも大きく取り上げられています。言語の壁を越えた感動的反応として、現地の観客が日本語で一緒に歌う光景が各国で見られ、これは非常に珍しい現象として注目されています。文化的影響と社会現象では、優里の楽曲が各国の若者文化に与える影響についても分析されています。特に恋愛観や人生観に関する歌詞が国境を越えて共感を呼んでいるとの指摘があります。技術的音楽的評価では、海外の音楽プロデューサーや作曲家からも技術面での高い評価を得ています。
特にボーカルアレンジと楽曲構成の完成度について称賛の声が多数上がっています。ソーシャルメディアでの国際的拡散では TikTok、Instagram、YouTube などで有利関連のコンテンツが世界中で作られ続けています。ファンメイドのカバー動画やダンス動画なども含めるとその数は膨大になります。英語圏の音楽メディアでも有利が取り上げられています。例えば米ビルボードの記事ではブレイク中の J-POP シンガーソングライターと紹介され、英語バンドライフラワーをリリースするニュースが報じられました。またイギリスの音楽ブログでも日本初の心揺さぶるバラードとして楽曲レビューが掲載され、海外メディアからも注目度が高まっています。韓国の新聞コリアタイムズでは優里が次世代を担う日本のシンガーソングライターとして紹介されました。韓国での公演予定に触れつつ巨大な国内市場に安住せず海外展開に踏み出す新世代の一人と分析されています。海外の音楽評論家からもその動向が注目され期待が寄せられている証でしょう。海外の一部ファンの間では優里の圧倒的な歌唱力と感動的なバラードから日本の男性版アデルと例える声もあります。男女の違いはあれど魂のこもった歌声が世界のトップアーティストと比較されるほど評価されている証と言えるでしょう。優里が英語版を制作した背景には海外ファンからの熱い要望がありました。日本語がわからないファンが国際版を求める声に応えたとビルボードも伝えており、実際リリース後は各国のファンが SNS で夢が叶ったずっと待ってた英語版と歓喜しました。優里自身も世界中の人にこの曲を届けたいというコメントを出しグローバル展開に意欲を見せています。優里は海外からの多数のリクエストに応えてドライットフラワーズ英語版をリリースしています。海外ファンからは大きな反響がありました。さていよいよ次のショーでは少し重い話題ですが、優里さんといえば触れないわけにはいかないスキャンダルについての海外ファンの複雑な本音をお伝えします。第11章議論も起こすスキャンダルへの海外ファンの複雑な本音。海外でも優里さんのスキャンダルについては複雑な反応が見られます。優里のせいで推し高木社幸がクビになった、大嫌いだと憤る海外アイドルファンもいました。ハロープロジェクトのメンバーとの交際報道で彼女が脱退に追い込まれたと言われる件に触れ、推しの人生を狂わせた張本人として強い怒りを示しています。彼は浮気者だって聞いた。でも成功してるのは曲が良すぎて誰も嫌いになれないからだと思うと複雑な心境を述べるファンもいます。私生活では不誠実でも音楽の才能が勝ってしまうという皮肉交じりのコメントで、才能ゆえにスキャンダルが許されてしまう現状への戸惑いが伺えます。アートとアーティストを分けて考えるべき典型例かもしれないと発言するファンもいました。優里の音楽自体は大好きだけど彼自身の行動やイメージには目をつぶるしかないという葛藤する本音が伺えます。レディットでは彼の曲は良いけど本人はマジで最低と辛辣な意見も投じられました。続けて才能はあるし音楽は良いけど女性問題が多すぎると指摘する声もあり、作品と人柄を切り離せるかという議論が海外でも起きています。優里の音楽には感動するけど彼の人間性については疑問があるという冷静な分析をするファンもいます。日本のエンターテインメント業界の闇を象徴しているという社会的な視点からの批判もありました。彼の行動は女性ファンを裏切っているという女性の視点からの厳しい意見も見られます。音楽業界では才能があれば何をしても許される風潮がおかしいという構造的な問題を指摘する声もあります。一方で上記の批判的意見に対し自分の推しが解雇されたからって彼だけを憎むのは違う、音楽で償ってほしいと諭すファンもいました。また彼の曲は彼自身以上に素晴らしい、だから聴き続けると割り切る人もおり、音楽そのものの価値を最優先するファンも一定数存在します。椎名林檎だって不倫スキャンダル平気だったし、ラッパーなんて薬で捕まってもノーノーと復帰する。ミュージシャンはスキャンダルの影響ほとんどないよと冷静に指摘する声もあります。音楽さえ良ければ許されるという日本の風潮を説明し、優里も例外ではないと分析する意見もあるのが現実です。優里をめぐって
っては、ファン内でも意見が割れることがあります。浮気報道後、あるファンが、もう擁護できない、と投稿すると、別のファンが、音楽と関係ないことで批判するな、と反論し、小競り合いになる場面も見られました。特に、海外女性ファンからは、曲は最高なのに、女癖が悪いなんて、本当に残念、という声が上がっています。これ以上女性を泣かせないで、という皮肉混じりのコメントもあり、私生活の報道がファンの心境に複雑な影響を与えています。批判がありつつも、過ちを犯したなら、これからは真摯に音楽に向き合って名曲を作り続けてほしい、と構成を願うファンもいます。音楽で名誉挽回して、といったコメントは、裏を返せば、優里の音楽的才能への期待の表れとも言えるでしょう。賛否のバランスを示しつつ、最終章では、世界が待つ未来の優里について見ていきましょう。第12章、フィナーレ世界が待つ未来の優里。最後に、海外ファンが優里さんの未来に寄せる期待をご紹介して、締めくくりたいと思います。海外ファンは、優里の今後にも大きな期待を寄せています。これからは全世界ツアーしてほしい、英語オリジナル曲も聴いてみたい、といったリクエストが多数あり、国際的スターへの飛躍を願う声が上がっています。海外ファンの中には、グラミー賞のベストグローバルミュージックあたりにノミネートされないかな、と願う声もあります。実現は簡単ではありませんが、それだけ優里の音楽を世界に推したいと思う熱心なファンが存在することを物語っています。アニメゲーム関連の海外イベントからも優里に対する出演オファーの噂があります。特に北米のアニメエキシトやヨーロッパのジャパンエキスポなどで優里に来てほしいという要望が上がっており、実現すればさらなる人気拡大が期待されています。世界各国でのコンサートツアーが実現してほしいという具体的な要望も多数寄せられています。アジア圏だけでなくヨーロッパやアメリカでのライブを心待ちにするファンが増えています。優里の楽曲がハリウッド映画の主題歌に使われたら素晴らしいという壮大な夢を語るファンもいます。彼の声なら世界中の人を感動させられるという確信に満ちたコメントも多く見られます。日本語の美しさを世界に伝える大使のような存在として優里を位置づけるファンもいます。優里のおかげで日本の音楽にもっと興味を持ったという文化的な波及効果を語る声も多数あります。彼の音楽は世界の共通言語だという哲学的なコメントもありました。優里の成功は日本の音楽業界全体にとってプラスになるという業界的な視点からの期待もあります。みんな優里を聴いてみて損はさせないからと SNS で布教する熱心なファンも多数います。特に英語圏では優里のハッシュタグとともに YouTube リンクを貼り、友人知人に勧める投稿が散見されました。こうした草の根の口コミが優里人気拡大の大きな原動力となっています。最後に海外ファンの総意として感じられるのは、優里には長く活動してほしいという願いです。これほど心を動かすアーティストは貴重、一発屋で終わらないでといったコメントもあり、優里の才能に惚れ込んだ世界のファンはこれからもずっと彼を応援し続けることでしょう。いかがでしたか？今回は優里さんに関する海外の生の声200選以上をお届けしました。言葉の壁を越えて愛される優里さんの音楽、称賛から批判まで、そして未来への期待まで、海外ファンの本音をありのままにお伝えしました。あなたはどの反応が一番印象に残りましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またこれからも海外ファンの本音を徹底リサーチしてお届けしますので、いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。